こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python in Excel の使い方6、関数の利用についてお送りします。最初に関数の位置について説明します。この図では C3 に上の図のような関数定義を行っています。関数名をサブ1として、引数として def2 を設定しています。関数は def と書いた後に関数名を書き定義します。関数名の後は括弧を書き、この中に関数に受け渡す変数を書きます。この場合、引数としてデータフレームで def2 を受け取り、関数の中で使用します。関数内では def3 に def2 に10を足したものを代入します。そしてリターンの後に戻り値として def3 を設定しています。関数を呼び出すのは図の下の部分のプログラムとなります。関数名の括弧中に一つ上のセルで取得したデータフレームで def を入れています。そしてその戻り値を def 例に取り込み、これを表示するものとなっています。関数を使う時の注意点は、この例のように関数定義の後に呼び出すセルを置くことが重要です。それでは前回のグラフ切り替えプログラムを関数を使用して書き換えてみましたので紹介します。プログラムの概要は、ホームコントロールのコンボボックスで選択した値により、このように4種類のグラフを表示するものです。それではプログラムの実行状況を見ていきましょう。こちらが、加減値の調整ですね、分析間。分析間の上限値の調整はこのハンドルによって設定していきます。こっち動かすと、しばらくするとこちらの方のカーソルがこう移動して、分析が行われるというものですね。そしてこれが波形を選択する。EMG01 の場合はチャンネル1の原波形、そしてこちらが2チャンネル目の原波形を表示します。そして整流波形はこのような形で、チャンネル1を選択すると絶対値表示となってきます。はい、それではプログラムを見ていきましょう。画面構成について説明します。画面上部にはコンボボックスを表示し、こちらで選択したグラフを下に表示します。コンボボックスは入力範囲を右のリストより入手し、リンクセルをセル名、フラッグ1に接続しています。Python セルの配置は、左のように上から1関数セル、2データ取り込み、3グラフ表示、4分析値表示、5分析区間表示のように配置しています。画面下部には、スクロールバーを2つ設置し、上が分析の下限値、下が上限値を設定するものとしています。また、スクロールバーの最小値は0、最大値を100として設定し、右側にはハンドル位置を表示しています。それではプログラムを説明します。近電図データの取り込みは、このスライドのようにデータフレームで EF に表全体を取り込んでいます。こちらは関数定義です。関数名はトランズアンダーラインデータ、引数は def とフラッグとなっています。def は入力データフレーム、フラッグは選択したフラッグ番号を示しています。また、外部より参照可能なグローバル変数として y_max、y_min、x_min、x_max を定義しています。y_max、y_min は y 系列の最大値、最小値 x は x 系列、x_min、x_max は x 系列の最小値、最大値を表しています。5行目では、ノー列を取り込み周波数線で割って行に変換し x 系列に代入しています。次の6行7行では、x 系列の最小値、最大値を求め、x_min、x_max に代入しています。9から18行では、フラッグの値によりデータ変換を行っています。フラッグが1の場合は、データフレームで EF のEMG01 よりオフセット値1752を引きアウトアンダーラインで EF に代入しています。同様にフラッグが2の場合は、データフレームで EF の EMG02 列よりオフセット値の1752を引きアウトアンダーラインで EF に代入しています。
フラッグが3と4においては、整流波形を求めるので、オフセット値を引いた後、絶対値を求めています。そして19行目では、Y 系列の最大値を Y アンダーラインマックスに求め、20行では、系列の最小値を Y アンダーラインミンに求めています。そして21行目では、この関数の戻り値としてデータフレームアウトアンダーラインで AF を出力しています。こちらはグラフを表示する Python コードとなります。先ほどの関数を3行目で呼び出し、その戻り値をデータフレームで AF2 に代入します。そしてフラッグ1の値によりタイトルと Y ラベルをここで設定しています。次に共通する X ラベルの設定を18行で行っています。20行目では波形の描画を行っています。21行22行ではマーカー1およびマーカー2の Y 系列の設定を行っています。24行ではマーカー1とマーカー2の X 軸の範囲を X アンダーラインレンジに求めています。25、26行目では BF1 に分析開始行、BF2 に分析終了行を求めています。U31 はスクロールバーの下限値のハンドル位置を参照し、U33 はスクロールバーの上限値のハンドル位置を参照しています。そして27、28行目では、マーカー1およびマーカー2の AX 系列の設定を行っています。次に30、31行目ではマーカー1とマーカー2の描画を行い、32行目でグラフを表示しています。こちらは分析値の表示プログラムです。最初に2行目、3行目で分析開始行、分析終了行を求めています。この行を求めるには、BF1 分析開始行および BF2 分析終了行にサンプリング周波数をかけることによって求めることができます。そして R アンダーラインで EF に分析区間データの抽出を行うため、iLock 関数を使用して、上で求めた分析開始行 R アンダーラインミンと分析終了行 R アンダーラインマックスを使用して、この間のデータを R アンダーラインで EF に代入しています。そして、抽出された分析区間のデータをディスクリバウ関数を使用し表示しています。また分析区間を表示するため、分析開始秒 BF1、分析終了秒 BF2 を小数点以下1で四捨五入し表示しています。以上でプログラムの説明を終わります。